店内で召し上がっていただいた方が美味しさが伝わるかなという。ソースかけなくてもいいように仕上げてます。お待たせしました。瀬戸焼きそば S サイズです。食べに来たんです。これを目的に。食べたことない感じだけど、味が違うね、普段食べるそばと麺もちょっと独特ですよね。ありがとうございました。お気をつけて。お肉を仕込んでいきます。一度ボイルして火を通した瀬戸豚のバラ肉ですね。これがだしなんですけど、大体どのぐらい味付けはされるんですか？あんまり長く煮てもあれなんで5分から10分ぐらい豚のだしをこのタレの中に出してやって、このタレでまた焼きそばを味付けるというような感じです。煮汁はどういった出汁を使われているかとか、お醤油とかザラメ、みりんとかそういうのを調合して作っているもの。瀬戸焼きそばの醤油のベースはここで作られています。瀬戸ノベルティって言ってこういった食器ではないんです。そうなんです。着物系なんです。来られたこととかはあるんですか？いや、本人は来てないです。お母様が来てくださったことが2冠達成の時に瀬戸焼きそばアカデミーという団体から瀬戸焼きそばを100食藤井聡太さんにプレゼントをして、それでありがとうございますということでお母様が来てくださって、この扇子の飛翔をくださった。お客になろうとしたんですけどなれなかったんですよ。瀬戸に来て初めての闘争祭りっていう4月の大きいお祭りの時に来て、せっかく瀬戸に来たんで瀬戸焼きそば食べようと思って入ったらめちゃめちゃ混んでて、お店がもう全然回ってなかったんですよ。お店が2人でやってたんで、焼き手とホールでオーナーの1人なんですけど、その女性が「お客様の中でキャベツ切れる人いますか?」っていう謎の質問を投げかけられ、キャベツぐらいやったら切れますけどって言ったのがきっかけ。そのまま食べずにここに入ってきてキャベツを切り始めた。何しに瀬戸に来られてたんですか？陶芸の勉強に。次やる自分のレストランは自分の器でお料理を出すというために1年間だけの予定だったんですけど、そこからだから5年ぐらいはいましたね。学校卒業してからもずっと瀬戸に。スペイン料理のレストランをずっとやっていたので、それを使ったデザート、それと瀬戸らしさを融合したようなデザートを作れないかっていうので考えたのが瀬戸ラーナというカタラーナなんですけど、いわゆる小池さんのところのアイリュー社で作った器に入れてお出しして、そのまま召し上がっていただいた器も持って帰れるというような。普段はパンダ屋のキャラクターうなぎ犬が描かれてたり、将棋で藤井聡太さんがタイトル取られた時に限定の器を作ったり。
お疲れ様です。じゃあお願いします。ありがとうございます。山江製山安今瀬戸市内ではこの麺作ってるのそこだけなんですよね、製麺所では。でそこから買ってます。瀬戸焼きそばって言ったらそこの麺なんですよ。うちは店内で召し上がっていただいた方が美味しさが伝わるかなという。全然違いますよ。焼きたては美味しいです。焼きたての方がって言った方がいいかな。本当に新しく入ってくるお店もあるんですよ。好きでシャッターにしてるわけじゃなく、住まわれてる方がいらっしゃるので店舗にもできないし、開けもできないっていう状態なんです。それがまあ悩ましいところなんです。もしくはまあ人がいないけど貸したりもしない、お店にしたくてもできないっていうような状態なので、寂しい感じになっちゃうのはもったいないなと思いますね。スーパーとかでも売ってるんですか？売ってますよこれ。へえ。まかないは肉がないんで。そうまあ完璧じゃないですか。美味しいです。いつも超えた。そうなんです。謎ですよね。はい。店内で召し上がりますか？あ店内はい当店サイズが S、M、L とあって、はい S サイズが1人前で、M サイズが 1.5 人前。 S で。かしこまりました。お客さん、年配の方が多いですか？いえ、若いご家族の方もいらっしゃいますね。やっぱりお子様が召し上がれる食事なので、老若男女という感じですかね。はい、どうぞ。前かその隣のお席へ。150。
お待たせしました。瀬戸焼きそばです。はい、ごゆっくり召し上がってください。失礼いたします。大変お待たせしました。瀬戸焼きそば M サイズですね。はい、ごゆっくり召し上がってください。こちらがお待たせしました。失礼いたします。お待たせしました。M サイズのご飯とお味噌汁セットです。ごゆっくりお召し上がりください。失礼いたします。お先にご飯セットをお待ちしました。失礼いたします。お待たせしました。瀬戸焼きそば S サイズです。S、M、L で310だったら S3、M1、L0。お客様が女性の方でも L 召し上がる方いらっしゃって、大きな声で「お願いします」とかっていうのはちょっと気の毒な気がしてで数字で言おうっていう。皆さん失礼いたします。こちらがセトラーナですね。失礼いたします。お待たせしました。瀬戸焼きそば。はい。S サイズをお二つ。ご飯がお味噌汁。はい。お一つかしこまりました。ご用意いたします。なんか面白いのがあるんで。普通はソースをかけて仕上げるというか薄めじゃないんですか普通は。そのままで十分美味しく食べれるように。テイクアウトもソースつけないし、うちはソースかけなくてもいいように仕上げてます。昔はだから食べる前からもうソースと胡椒かけてそれから食べましたからね。こちら奥です。はい。もう焼き上がりますのでお待ちください。はい。いらっしゃいませ。お会計お願いします。はい、そうしました。お待たせしました。まずセットのお客様、失礼します。はい。お待たせしました。Sサイズです。Sサイズです。ごゆっくりお召し上がりください。気をつけて。お待たせしました。サイズですね。はい。ごゆっくりお召し上がりください。お会計が1150円でございます。2000円からでいいですか。はい、ごゆっくりお召し上がりください。どうもありがとうございました。お気をつけて。またお待ちしております。いらっしゃいませ。はい。ちょっと甘い感じがする。お二人は初めて来られたんですか？はい。瀬戸焼きそばも初めてなんですか？瀬戸焼きそば初めて。今日どこから来られたんですか？名古屋ですけど。お味の方いかがですか？美味しいです。すごい。醤油のイメージがあったんですけど、ちょっと甘めで、すごい美味しいです。食べやすい。麺もちょっと独特ですよね。お
出過ぎますね。はい、ありがとう。ごめん、普通の M が先もらおうかな。5択のお客様の分です、それ。ラーナーカップ。俺が。すみません、では2000円お預かりいたします。お待たせしました。S サイズのお客様。失礼します。失礼します。M サイズですね。はい。ごゆっくりお召し上がりください。いらっしゃいませ。これね。あ、ごめん、2つ。はい。大丈夫、大丈夫。お願いします。ちょっとお呼びしてください。その最後の M1 は今から4択に入っていただきます。お待たせしました。M サイズですね。はい。ごゆっくりお召し上がりください。よく来られるんですか？今日初めて。瀬戸焼きそばは何回か試されたことあるんですか？今日全部初めて。再放送のやつ見て、こんな近くにあるんだ。味の特徴とかってありますか？醤油の甘いのがうまいんちゃうかな。キャベツもこの形珍しいかもしれない。この細長いの、はい。これは瀬戸焼きそばのはい一応定義じゃないけどもルールというか5センチ ×5 ミリ。今出しちゃったの？500円の感じです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。瀬戸焼きそばは何回か試されたことはあるんですか？初めて初めてです。食べたことない感じだけど。味が違うね、普段食べるそばと。美味しいですね。美味しいですか？はい。すみません。失礼します。お待たせしました。まあ、ソースが思った味と違う。美味しい。食べに来たんです。これを目的に。どこから来られたんですか？鏡原市。岐阜県。焼きそばとはちょっと違うかな。もっと醤油してるかと思ったけど違うんだなと思って、すごい美味しいです。2050円のお会計です。はい、ちょうどいただきます。ありがとうございました。かしこまりました。もう少々お待ちください。110×2 です。味を。どう？そのはい、ありがとうございます。入るようならもう入れてもらってもいいかもしれない。はい、一
お一人様。あ、お一人様。M もらいます。失礼いたします。チョプリン？チョプリンある？おはようございます。では、こちらで受けたまわります。ちょうど2000円ですね。ごめんなさい。ちょうど2000円ということで、はい、では一発で決まったらかっこいいんですけど。そこで。はい、わかりました。失礼いたします。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。お一つ、はい、お席にご用意いたしますね。この回。違います。お願いします。いたします。お待たせしました。ご飯セットをお一つ。はい。すみません。前失礼します。それ言います。お待たせしました。失礼します。大変お待たせしました。はい、中失礼します。特盛りになってる。ねあします。L サイズのご飯セット。